やっと届きました。結構待ちましたけどね、やっとハイエースが届きました。ちょっと前にジムニーの動画を出したんですけど、結構大勢の方に見ていただいたみたいでね、本当にありがとうございます。ジムニーちょっとつなぎで買ったみたいな話を動画の中でしてたんですが、その待っていた車がね、やっと届きました。トヨタのハイエースのスーパー GL というグレードです。で、2024年から設定されているアースカラーパッケージという、オプションなんですけど、そういうパッケージのものになります。名前の通りアースカラーで、これベージュなんですけど、もう一色アーバンカーキというグレーのような青いような色があるんですけど、その2色が設定されています。この色もね、シエンタとかでもある色で、別にトヨタとしては使われている色なんですけど、ハイエースに使われるのは初めてみたいです。で、何がパッケージかというと、一応ですね、グリルがこういう艶消しマットブラック塗装になっています。そしてバンパーはなんとですね、素地全くの元装バンパーがついています。ちょっと白っぽくなっていかないが心配なんですけど、多分なるでしょうね。そういうバンパーになっております。後ろも同様です。普通の黒の無塗装バンパーがついています。ハイエースは大きく分けると、デラックスっていう本当の商用車のものと、スーパー GL の外装に近い外装、外回りがちょっとスーパー GL っぽいデラックス GL パッケージというものもあります。そしてこのスーパー GL というグレードになっています。スーパー GL は商用車なんですけど、一応こう乗用車っぽい内装がついていたりするグレードになります。ちょっとしたこう快適装備などがついています。乗車定員はデラックスと GL パッケージは6人なんですけど、このスーパー GL は5人乗りになっています。今回買ったのはスーパー GL のディーゼル 4WD の寒冷地仕様というものにしました。前も、GL パッケージ3リッターディーゼルターボだったんですけど、今回は 2.8 リッター、これプラドとか新しいランクル250とかのディーゼルも同じエンジン、同じ全く同じかどうか分かんないんですけど、基本的には同じエンジンで非常に静かでよく走ります。で、オートマも前は4速だったんですけど、今のものは6速になっていて、自動でこう坂道でブレーキかけたりするとシフトダウンしてくれたりして、ちょっと賢くなっていました。今回ちょっと今田舎の方に高速を走ってきてるんですけど、200キロぐらい走ったんですけど、かなりね快適ですね。明石海峡大橋とかも渡ったんですけど、10メートルぐらいの横風が吹いてたんですけど、全然前はちょっとこうハンドルを持って身構える感じだったんですけど、そういったことも全然なく、非常にスムーズで安定していました。6速オートマになったからなのか、新しいエンジンなのか、その両方なのか分かんないですけど、かなり静かで速いなという印象です。前は15万キロぐらい乗ってたので、それと比べるのもどうかなとは思うんですけど、かなり快適でした。ちょっとじゃあどんなオプションがついてるのかお見せしたいと思います。まずですね、この LED ヘッドライト、これなんとオプションです。6、7万だったと思うんですけど、結構高いんですよね。スーパー GL というグレードでも、標準状態だとハロゲンヘッドライトになっています。最近丸めのライトとか後付けする人もいるんで、そういう人はね、もともとのハロゲンの安い方つけといて変えればいいのかなと思うんですけど、そういう予定がないので一応 LED ヘッドライトにしてみました。でね、これ実はこっちがハイビームなんですけど、ハイビームは普通のハロゲンなんですね。つけるとちょっとこう暖色系の光になるんですけど、個人的には別にちょっと暖かい感じがして嫌いではないんですけど、 LED ヘッドライトという割にはロービームだけなんですね。でですね、あとオプションとして、これ助手席のこのエアバッグもオプションでした。運転席エアバッグはさすがに標準装備なんですけど、助手席側はオプションなので、家族ではうちも乗りますのでね、つけました。で、あとミラーがちょっとこうボコッとしたミラーなんですけど、デジタルインナーミラーっていうもので、
これ何かというと、最近ついてる車多いですけど、後ろにカメラがついていて、このカメラで映した映像があれだからミラーと言いつつもディスプレイになっていて映せるようになっています。でもここ下の部分パチンってやると普通のミラーのようにも使うことができます。でここら辺にカメラがついていて、最近の車標準だと思うんですけど、トヨタセーフティーセンスなんちゃらっていうのがついていて、一応自動停止したりするようなそういった安全装置がついているようです。まだ試してはいません。っていうか試せないと思いますけど、試したくありません。で後ろのこの、バックソナーとかコーナーセンサーとかもついています。バックソナーはもうなんか標準になったんでしょうかね。後ろある程度まで下がると自動的に、それ以上下がれないように自動的に制御されます。前もこういうソナーがいろいろついています。ここにもカメラがついています。でここにもねカメラついてるんですよね。これ何かというと、これもオプションでパノラミックビューモニターというドローンで上から撮ってるような映像を見たことある方多いと思うんですけど、ナビの画面とかにそのバックする時に上からこう車全体を見渡せるような映像を、映像を合成して作ってるだけなんですけど、そういうものを表示できるオプションもつけました。まだナビはつけてないので、好きなナビつけたいなと思ってオプションのものは選んでないんですけど、それに対応するナビをつければそのナビにその画面が表示されるようになっています。ここはね今空っぽです。高速に乗るんでちょっと急遽 ETC だけはつないでセットアップをしてきました。あとはですね、この辺はスーパー GL はプッシュスタートになっていたりとか、メーターが前はデラックス GL パッケージ4型だったんですけど、すごく質素なメーターでタコメーターすらもついてなかったんですけど、今回はちょっとこう豪華でもないんですけど、10年ぐらい前の普通の乗用車ぐらいのレベルにはなっている感じです。液晶のこういう表示がついていて、ここのハンドルで一応コントロールしたりもできます。でグレードなんですけど、これスーパー GL なんですけど、スーパー GL にいろいろオプション満載されたダークプライム2っていうグレードというか特別仕様みたいなのがあって、それになるとハンドルのこういうところがこうウッド調になっていたりとか、こういうパネルもねちょっとウッドのかっこいいのになってるんですけど、これは普通のスーパー GL なのでこういったシルバーっぽいものになっています。で GL パッケージとかデラックスはここがシートなんですけど、大きめのセンターコンソールがついています。なぜかこれって皆さんあんまり好きじゃないんですかね。すごいなんかオプションで買える、オプションっていうかね社外品に買える人が多いみたいなんですけど、よく分かりませんがそんな感じの内装になっております。でリアシートはですねこんな感じです。なんか息子がペットをつないでますが、子供のいる家庭あるあるですが、新車買ってもねすぐ車の中がねそんなことお構いなしに汚れていきますよね。でマットは一応それを防ぐためにこれ 3D マット、これ Amazon で1万円ぐらいだったと思うんですけど、これとこの前まだちょっとこれやってますけど、こういう前の3点とリアのこのマットで1万円ぐらいのものを買いました。とりあえず汚れ防止を早速してあります。でリアシートはスーパー GL なのでこういう一応フルサイズのシートですね。それとですねこういう小窓がついています。これは標準装備の窓なんですけど、前のデラックス GL パッケージ私が乗っていたのはこういうのがついてなく、可動式の窓がなくてもはめ殺しだったんで結構家族からは不評だったんですけど、今回はちょっと小窓付きにしてみました。で小窓付きは標準なんですけど、人気のオプション である電動パワースライドドアっていう、自動でドアが開け閉めできるものがあるんですけど、それを選ぶと今度はこれが付けられないんですね。
スライドドアなので首を出した状態で、誤ってそれが電動で動いてしまうと首が挟まれる可能性があるので、それを防ぐために両付けを両方選ぶことはできないようになってるんですね。どっちかしか選べないんですけど、うちは家族のリクエストもあってこの小窓仕様にしてみました。これねほんと完全手動で、車中泊する時とかもね、好きな時に別にエンジンとかスイッチ入れなくても開け閉めできますし、なんか面白いですよね。ラリーカーの窓みたいな、飛行機の窓みたいな、結構個人的には好きな窓です。で電動パワースライドドアはついてないんですけど、こういうこういうイージークローザーはついてます。カチッとラッチが1回はまればあとは自動で閉めてくれるというものはついています。あとはですね、とりあえずこれ汚れ防止にゴードンミラーの防水シートカバーがやってあります。これ表面だけ覆うんですけど汚れ防止にもなるし、濡れた状態で乗っても全然染みないので、前から使ってるんですけど結構気に入っています。このシート裏のバックポケットも子供がいるとね、いろいろ薬とかティッシュとかほんといろんなものいるんで、ここに一応収めてあります。で寒冷地仕様なのでここら辺にもう一個バッテリーが入っています。寒冷地仕様のオプションはオルタネーター、発電機がちょっと強いのになっていてバッテリーが2個ついていて、あとうちの塗装は多分変わらないんですけど、白は一層余分に塗装してくれたりするようです。あとはモールがちょっと追加されていたりとかちょこちょこと変わっています。値段的には非常に安いオプションなので今回はつけました。あとはですね、リアエアコンがあったりとか、ここにヒーター用のコントローラーがあります。ヒーター自体はここですね、この下のところから出るようになっています。密室はこんな感じです。何の変哲もないんですけど、一応フルトリムになっていますかね。バックドアはちょっと鉄板むき出しなんですけど、デラックス GL パッケージは鉄板むき出しでいろいろマグネットで貼り付けたりできてたんですけど、それができなくなりましたが、こんな感じです。で今はもう大きな段ボールあるんですけど、一応床板を貼ろうと思いましてキットを買いました。名古屋のダートフリークっていうオフロードバイクを扱ってるショップがあるんですけど、そこの出しているトランポとして使う人たちにも対応している床板のセットになります。なんか廃盤商品なのか半額ぐらいで3万ぐらいだったかな。非常に安くてすぐに見つけて買いましたハイエース見慣れてる方からしたらね、別に何の変哲もないんですけど、ちょっとハイエースどんな車なのか興味あるやっていう方には参考にしていただけるような内容かと思います。小窓開いてる状態だとこんな感じに見えます。あそこから顔がひょこっと出ます。なんかね、どっか行ってバイバイとかさよならとかする時も後ろの人は全然挨拶すらできなかったんですけど、一応ここから手を振ったりもできますよね。一応このリアもこういうイージークローザーがついています。なんか秋祭りの練習をしてるのか、近くで太鼓とかああいう音がずっとしてるんですけど、ご了承ください。という感じでちょっと簡単ではありましたが、やっと届いた車の紹介をさせてもらいました。なんか最近 YouTube とか見ててもバイクでも車でも納車しましたとか言って皆さん言ってるんですけど、あれってなんか流行りなんですかね。納車されるんじゃなくて納車しましたって言ってるんだけど、納車するって車屋さんの側じゃないかと思うんですけど、ちょっとよく分かりませんが、
最近やっと納車されたハイエーススーパー GL アースカラーパッケージの紹介でした。またおいおいいろいろホイールとかも変えたいですし、ベッドキットつけたりとか、外装をいじったりとかいろいろやりたいとは思ってるので、その辺もまた動画にしたいと思っています。ひょっとすると車関連別チャンネルを作るかもしれません。普段やってるガジェット系とかカメラ系とかと全然ちょっとね内容が違いますし、視聴者さんもあんまり被らないかもしれないんで、車系のチャンネルを作るのもいいのかなと思うんですが、どうでしょうか。もしよかったらコメントいただければと思います。ということで今回はハイエーススーパー GL の紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。